おはようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、別荘建築を作ったり、千葉の暮らしのおすすめをする、房総イズムで住宅を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日は断面図は何のために書くのというテーマでお話しします。今まで平面図と点部図の書き方をお話ししてきたと思うんですけれども、今回はですねお話しする断面図なんですけど、そこにね初めて高さ情報が入ってきます。ようやくここで空間としてのイメージができてくるわけなんですけれども、さらに言っちゃうとですね、空間を縦に切る断面図は、床壁天井の中身を書くことにもなります。なので作ることを考える、作り方も考えるということにつながってきますので、要するにですね、断面図は空間構成と作り方を書く図面ということが今日の結論になりそうです。まずは図面の書き方なんですが、方法は2つあると思うんです。手書きで書くかシステムで書くか、ソフトウェアで書くかっていうこの2通りがあります。1つ目の手書きで書くというのは言葉通り紙にペンで書くというところもそうなんですけど、実はこれねCAD で書く、要は 2D CAD で書くというところも含まれます。平面図はね、まず 平面図に断面線を描くんですけれども、引くんですけど、切りたいところの断面をね、そこを分かりやすく、水平に図面上して、そこから線を下ろしてね、高さ方向の寸法を与えて断面図を完成させていくんですけれども、これめちゃくちゃちょっと今言っててよく分からなくなったので、伝わりづらいですよね。参考図面をとりあえず共有しておきますね。で、2つ目の方法はシステムで書くなんですけれども、これはね 3DCG を立ち上げて、そのまま縦にズバッと切ってそのまま図面にしていこうという考え方で、これは 3DCG のモデリングという、形を作ることをモデリングって言うんですけど、その作業の時に高さ情報も入れるのですぐに断面図ができちゃいますってことです。しかしこれね欠点もありまして、モデリングするときに床や壁や天井の下地、要するに中身の作り方までモデリングして作ったかどうかがポイントになります。3DCG をねビジュアルだけできればいいという考え方がパース制作者にはかなり強くあると思うんですよね。ただ、それしか求められていませんでしたからね。ただその 3DCG を図面として使うのであれば、作り方も含めてモデリングしていかないといけません。でね、前者のその手書きで書く方法なんですけど、平面図と点部図しかない状態で頭の中を想像しながら断面図を書くので、空間構成とか高さの情報を書いている時に全て考えていくことになります。で、2つ目のシステムで書く方法は 3DCG を作っている時に平面図や点部図から同じように空間構成や高さを入力しているので、形は違えどやってることは同じなんですよ。ツールが異なるだけで。これは自分のやりやすい方法でまずはやってみてくださいということです。ここでの学びはですね、手書きで身につくポイントは 2D の情報とスケッチで頭の中で空間構成をイメージできる力が養われるということですね。逆に 3DCG で身につくポイントは作りながらリアルタイムに空間を見ることができるので、途中で作り直したり空間構成を変更する点が気づきやすいってことですね。経験値がなくても気づきやすいんで、どっちがいいとか悪いとかじゃなくって、これ両方できた方が空間デザイナーとしては生き残れる一手にはなるということです。どちらにしてもこの両方のツールを使いこなすことですね、建築やインテリアを
使う人たち、ユーザーですよね。ユーザーに素晴らしい空間体験を与えられるかどうかっていうのが勝負のポイントだと思うんです。ここが最終的に重要なポイントなんで、結局のところ空間を作る過程とかツールよりも最終的にどんな空間が提供できたかっていうのが認められるか認められないかの重要なポイントになってしまうので、そこは忘れずにいてください。今日は断面図は何のために描くのというテーマでお話ししましたが、断面図は空間構成と作り方を描く図面ということが結論なんですけど、平面図、点伏せ図、断面図で、内部の空間構成はほぼほぼ決まっちゃうんですよ。でその時点でどのくらいの価値ある空間体系を提供できているのかなっていうのを考えるのが重要なポイントです。皆さんも一緒に断面図を書いてみてください。これ以降ちょっと具体的にどう書くのみたいな話がちょっと音声でできればやっていこうかなと思っております。最後にちょっとだけお知らせさせてください。奄美大島で海岸清掃を毎月第1日曜日開催しています。次回は1月8日の8時からになっています。サンゴ島と天然プールのある邸宅に参加していただいて、集落の人たちと一緒に清掃しましょうねというイベントです。 URL を貼っておきますので参加お待ちしています。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、非公開の LINE グループでそれぞれのプロジェクト LINE グループに入っていただき、リアルなプロジェクトでの設計者施工者のやり取りを見てもらってます。ただそれは秘密保持の観点で公開できませんので、まずは LINE のオープンチャット無料公開されてますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。